あなたはこの写真の女性がどうなったか知っていますか？1990年9月、アメリカテキサス州のある男の部屋から1枚の写真が見つかりました。古い小屋のような場所、黒いワンピース姿の女性。この人物は当時14歳だったレジーナ・ケイ・ウォルターズさん。彼女が両手で制している先には一体何があったのか。なんとも不穏な空気を感じさせるこの写真。実はこの写真が撮影されたのは彼女が殺害される直前だったんです。衝撃的な写真の裏に潜むサイコパス。殺害前に写真撮影する男の異常すぎる動機とは。そこには同じ人間とは思えない常軌を逸した猟奇性があったんです。検索で音楽探すと自分の趣味に偏りがち、ケンちゃんです。当たり前じゃん。闇闇かです。今回なんですけど、なかなかね衝撃的なね瞬間を捉えた写真なんですよね。殺される直前ってなかなかなんか変な雰囲気が漂ってる感じするわね、あれね。そしてこの写真の女性に一体何があったのか。そして撮影後に彼女を襲った悲劇とは。山小屋の悲劇。写真の女性レジーナさんは1990年2月に突如行方不明になりました。彼氏とヒッチハイクでメキシコを目指すと言って家を出たきり音信不通になっていたんです。家族は一切連絡がないのはおかしい、何かあったのではと心配していたんです。そんな時レジーナの父のもとにある男から一本の電話がありました。そしてその内容は非常におぞましいものだったんです。レジーナは見つかったか？少しずつ俺が変えている。髪も切った。今小屋にいるよ。それはまるで娘を探す家族を嘲笑い絶望を与えるかのような内容だったんです。父親は娘が無事かと問うと男は無言で電話を切ったんです。髪切ってるとこ実況中継するともうサイコパス美容師じゃないこれ。見せつけるのがさ意味わかんないよね。人を襲ってなんか女の子を逃がしてそれを嘲笑うみたいなさ犯人とかも結構アルゴメントリーで出てくるんですけど、なんかその手のね犯人のね匂いがしますよね。電話を切られたすぐ後、レジーナの祖母の元にも同一人物から電話が。しかしまたもレジーナの安否を確認しようとしたところで電話を切られてしまったんです。家族は直ちに警察に連絡。すぐさま2つの通話記録から発信源の特定に成功。それぞれの電話の発信源はオクラホマ州とテキサス州公衆電話からかけられたものでした。捜査員が現場に直行するんですが、残念なことに目撃情報や犯人につながる情報は一切なかったんです。レジーナの消息をつかめずに半年が過ぎた頃、警察に一本の通報が。それはイリノイ州の農家からでした。しばらく使っていない小屋に死体がある。すぐに警察が向かい通報があった小屋に足を踏み入れます。そこで警察が目にした遺体の姿はとんでもなく悲惨なものだったんです。その遺体は何の衣類も身にまとわず、髪は短く切られており、性別がわからないほど干からびていたんです。さらに首にはきつくワイヤーが巻かれ、首がちぎれかけそうなほどだったんです。そしてその遺体を司法解剖した結果、行方不明になったレジーナと判明。遺体の状態から見て相当ひどい暴行を加えられていたんです。冒頭の写真は犯人がレジーナを殺害する前、彼女を必要に追い詰めながら撮影したものだったんです。まるで彼女が恐怖に怯える姿を記録するかのように。ただ殺すだけじゃなくてさ、もう痛めつけて写真撮って、めちゃくちゃ残忍なやつじゃないこいつ。そうなんですよね。もうこんな無謀すぎる方法、もうそもそもなんか親に電話してさ髪切って見せつけるのもおかしいし、写真撮るのもキモいじゃん。そんな無謀すぎる殺人を犯したのは一体どのような人物なのか。実はですね、この正体は意外なことがきっかけで明らかになるんです。犯人の逮捕劇。アリゾナ州の高速道路、警備のパトカーが1台のトラックを発見。そのトラックはハザードランプを点滅させ停車していたんです。車の故障や何かトラブルが起こったのだろうか。助けが必要かもしれないと思った警官はパトカーを止めて下車し、その車の元に駆けつけました。そして車内を覗くと衝撃の光景が広がっていたんです。なんと運転席の後ろの寝台に全裸の女性がいたんです。その最中だったってことこれ。いや、そう思うじゃないですか。全然そんなねことじゃないですよ。もっとひどいです。その光景は明らかに異常だったんです。女性の体には無数の傷跡、口は塞がれ、手足には手錠をかけられ、非常に苦しそうな表情をしていたんです。そしてその隣には男性がいました。警察はすぐさまこの人物を逮捕。彼の名前はロバート・ベン・ローです。事情聴取を開始すると衝撃的な事実が明らかになったんです。この男、トラック運転手をする傍らヒッチハイクをする若い女性を乗せては遠くへ連れて行き襲っていたんです。ちょっと最悪すぎるわよ、この男。しかもですね、その内容はね、もう血も涙もないね、本当にむごいものなんです。
ロバートは自分の欲求を満たすため捕まえた女性に対し口にするのもはばかられるような残忍すぎる行為を行っていたんです。そして自身が満足したら殺害、トラックで州をまたいで移動し遺体を遺棄していたというんです。そして極めつけがこの犯罪を行っていた期間、なんとこの男人間とは思えない残忍すぎる行為を15年も続けてきたんです。意外なことがきっかけで逮捕されたロバートなんですけど、15年もね女性を襲っていたやばいやつなんです。どうなったらこんなやつになるのよ、本当。まあ、大体ね、こういうロバートみたいなやばいやつがね育ったってことは、よくねアルゴメトリーでも出てくる犯人のね生い立ちから見ていくと、大体ちょっといろいろ家庭環境に原因があるんですけど、今回もそういうことなんです。ロバートの生い立ち。1945年11月22日、アメリカアイオワ州、この地でロバートは生まれました。父親は海兵隊に所属し、多忙で単身赴任が多く、母親とほぼ二人暮らしの日々でした。こういった家庭環境は今の日本でもそう珍しくはありません。ですがロバートはこの年齢の他の少年と比べてもとりわけ父親に強い愛情を持っている子でした。そのため非常に寂しい思いをしていたんです。その寂しさは思春期を迎える頃にはロバートの心を大きく蝕むようになり、彼は満たされないものを補うかのように軽犯罪に手を染め始めるんです。そして16歳の時、車両窃盗で初めて逮捕されてしまうんです。でも、幼い頃の孤独って結構やっぱ辛いわよね。しかも幼いからこそお父さんとかお母さん、今回お父さんがいなかったっていうことなんですけど、なんかやっぱそういうのって覚えちゃうんじゃないですか。後々まで残っちゃうわね。寂しさは一向に言えないまま高校を卒業したロバートは父親の背中を追って海兵隊に入ります。しかしその矢先、思いもよらない事態が起こるんです。父親が12歳の少年へのわいせつ行為で逮捕されてしまうんです。さらにその後父親は自殺。大好きな父親のこの信じられない行為にロバートは絶望するんです。そして彼の心はすさんでいき、再び犯罪に手を染め始めてしまうんです。1967年、窃盗で逮捕され海兵隊から除隊されてしまうんです。ですがその後彼は心をね入れ替えて再就職に成功するんです。ロバートはトラックドライバーに転職、さらに結婚し子宝にも恵まれるんです。そんな平凡だが尊い幸せを享受するようになったロバート、彼は最愛の妻に頻繁にあることをお願いしていたんです。それがプレイ。実はロバートには常人とは異なる異常な性癖がありました。彼は常軌を逸したサディストだったんです。日常的に妻に対して過激すぎるプレイを強要、そしてモラルハラスメントによって精神面をもうズタボロにしたんです。どういうこと？全然改心してないじゃないの、この人。結局ね幼い頃に深く刻まれたその孤独感っていうのが、結婚後もね消えなかったんですよね。それまでのロバートは軽犯罪によって寂しさを穴埋めしてきました。しかし結婚後はその矛先が妻に向かうようになるんです。妻を痛めつけることで心を満たしていたんです。彼は妻を関連のパーティーに頻繁に連れ出し、傍若無人な行いを繰り返していたんです。パーティーに参加している他の女性に暴行し行為を行い、その姿を自分の妻に見せつけていたんです。いや無理もう自分の恋人が他の人としてるとこなんて見たら発狂もんよこれ。もうなんかそういうねどう思うかみたいな感情ないんでしょうねロバートは。なんかだからむしろ肉体的っていうよりか精神的にこう自分の奥さんに不快感を与えることでこう優越感とかなんか快感を覚えるタイプのサイコパスだったんですよ彼は。そのような行為を続けていたロバートが結婚生活を続けることなど到底不可能。行為の過激さもさることながら、そもそも相手はそういう性癖を持っている人ではなかったんです。結局ロバートは3回結婚するんですが3回とも離婚。そりゃそうだわ。しかし離婚後も彼の常軌を逸した欲求はとどまることを知らなかったんです。合法の範囲内で欲望を満たすことができなかったロバートはまたも犯罪行為に手を染めるようになるんです。そうしてね15年にもわたって女性をね蹂躙してそして殺害したね変態サイコパス殺人鬼が出来上がってしまったんです。でも奥さんがね殺されなかったっていうのはちょっと不幸中の幸いかなと私は思うけどね。そうなんですが、ロバートがね先ほどね車で警察バレてこう逮捕された時、相手方の女性まだ生きてたんですけど、もうすでに悲惨な状態だったんですよ。ロバートの罪。ここでアリゾナ州の高速道路でロバートが逮捕された場面に戻ります。問題のトラックが発見された時、警察は真っ先にロバートに拷問されていた女性の救助に取り掛かりました。しかし口を塞いでいた拘束具を外し解放した瞬間、狂ったように叫び続けたんです。あまりに過酷で地獄のような拷問、そして屈辱的な
を受け続けたため精神崩壊を起こしていたんです。さらにトラックの中を調べた警察は驚愕することに、天井からはワイヤーで吊り下げられた手錠があったんです。さらに高速用のボンテージや大量の拷問道具も、そして丁寧に磨かれた行為用の器具が綺麗に並べられていたんです。そう、なんとロバートはトラックの寝台を仕様に改造していたんです。さらに逮捕後のロバートの供述に警察は驚愕。彼は15年にもわたり犯罪を犯してきたんですが、その間に殺害した人数はなんと50人。ところが警察が立証できた事件の数はなんとわずか3件。つまりロバートは50件の殺害のうち実に47件を完全犯罪でやってのけていたんです。しかしその発覚した3件は一つ一つが非常に残忍すぎるため執行猶予なしの終身刑に。ですがこれで終わりというわけにはいかないんです。警察は亡くなった被害者と遺族のため未解決事件や行方不明事件を中心に現在も血眼になって捜査を続けているんです。